ります。はい。今まで食った中で一番甘いっすよ。ですよね。甘っ。そうなりますよね。いや、先っぽ甘いなんて当たり前なんですよ。いや、結構真ん中まで行きましたよ。そのヘタの方をうまく作るのがコツがいるんですよ。これ葉っぱも強そうっすね。おはようございます。失礼します。失礼します。おはようございます。ここ終わったら。おはようございます。はい。今日よろしくお願いします。はい。YouTuber なんですか。YouTuber になるんですかね。収益ゼロですけど。毎朝何時ぐらいから仕事始めなんですか。4時に起きます。あ、4時。はい、植物って日が出る2時間前が一番成長できるんですよね。4時には起きるけど5時から仕事かなって感じですかね。いちごってどれぐらいで完成するんですか。7月から動いて、はい、土作りしてで9月の20日に植えて、はい、12月のケツぐらいから取れるぐらいですかね。土から作るんですね。そう。じゃあどっちみちどこにこだわって作ってるんで、はい、水耕じゃなく、はい、だから土作りをまずやんないとなんで、ここに大量の米ぬか入れるんですよ。米ぬかって大量に入れるとガスが出るんですよ。まあそうですね、発酵ですね。で、ガスが出るんで、はい、そこに水をジャージャーに、田んぼかなっていうぐらい水くれるんですよ。で、被覆って言ってビニール上にかけて、熱消毒と土を一回リセットしてあげるっていうか。みんなこの、なんていうの考えとすると、悪いものを殺そうと思って消毒するんですけど、はい、そうじゃなくて、例えば100だったとしたら、いい菌、麹菌だとか、納豆菌だとかいろんな菌が、いい菌があるじゃないですか。はい、それを80ぐらいまで持ってくるんですよ。そうすると悪い菌20で済むでしょ。例えば強い薬で悪い菌を殺そうとすると30ぐらい残るわけですよ。殺しきれないわけです。実際は所詮実つながりなんで全部入ってくるんですよね。だったらいい菌で追い尽くした方がいいわけでしょ。そうですね。だから消毒の仕方がちょっと違うっていうか、いい菌で満たしてあげるっていうか。そうですね。揚げてる液体肥料も菌が結構入ってるやつ、麹菌、酵母菌、乳酸菌か発酵微生物をなるべく揚げるようにするっていう。だから土が入れて柔らかい状態で入れるっていう。配合の割合みたいなのってもう独自に決まってる。そうですね。100軒いちご屋があれば100軒違うかなっていう。あ、そうなんですか。そう、肥料のくれ方も違うし、作りやすい土地、作りづらい土地もあるし、はい、だから昔日本人がよく韓国とか中国とかに技術者が行って教えたんですけど、はい、土が違いすぎてやっぱ挫折するっていうか。向き不向きがあるんですね。あります。日本で作れるもの美味しいって言ってみんな輸出するでしょ。はい、だったら向こうで作った方が早いんじゃないかと思いません？あ、できれば。そうですよね。はい、だけどできない理由は何って言ったらやっぱ土ですね、問題は。そう。それ何で見分けるんですか？土見たら分かるんですか？土見たら分かると思う。赤土、黒土、まあいろいろあるし、はい。ずっと農家さんなんですか？違います。自分の父親はずっと農家ですけど、うちは先祖代々農家ですけど、俺は料理の世界に進んで、だからシェフでやってて、ホールスタートで、ホールスタッフスタートで料理作って26までやってたんだ。今おいくつなんですか？今38ですね。だから自分で自己流で勉強して、まあ、いろんな人にも聞き入って、でやっていく中でどういうのが美味しいかで、肥料のくれ方、このタイミング、人間も目覚ましでずーっと例えば1年間5時に起き出すと、次の年から目覚ましなくても5時に起きるんですよ。だからいちごも5時に取り出したら5時に取らないとサイクルが悪くなるんですよ。あ、そうなんですか。そう、5時にもう取ってっていう状態になってるってこと？そう野菜ってみんなそうなんですよ。ナスとかもそうだけど L サイズ M サイズってあるじゃないですか、いろんなサイズが、はいはい、だから毎日 M で取っていくと、はい、その木は次の実も M で取れるようになるんですよ。だからそれぐらい野菜もバカじゃないから、はい、自分で分かってるんですよね。生きてるんですね。生きてます、ちゃんと。完全に。そうだからそれが分かるっていうか。そうだから5時ならちゃんと5時に同じところに入ってあげないと、いちごの赤くなるのが狂ってきちゃうとうまさも変わってくるっていうか。難しいと思うかもしれないけど、でも楽しいの方が強いですよね。天候がこんだけ違ってくると、去年の暑さよりも今年の暑さ、だとお客さんの波もあるし、それをだから求めるんで、そこにちょうど乗っかれた時は楽しいですよね。例えばこのいちごを作りたいんでちょっと弟子入りさせてくださいみたいなのってありなんですか？その農業界で。あ、全然ありっすよ。ありなんですか？うん。俺はイチゴに関してはアウトローで育ってきたから教えることっていうのはあんまないかもしれないけど、ナスに関しては弟子っていうか教えたら20人以上ぐらいいるから。
でも大当たりって何なんですかね。なんすかね。名誉とお金は比例しないですよねって俺は思います。どっちが大事だと思いますか？俺は名誉の方が。あだからこそこのイチゴ作ってるし、あ、はい。実際問題自分がこれ今日のイチゴ7割だなと思ったのは省いたイチゴもお客さんは美味しいって言ってくれるけど、7割で省いちゃうんですか？省いちゃいます。はい。ただその7割でお客さん美味しいって言ってくれて、それが悔しいんですよね。なんですごいじゃん美味しいじゃん7割でってお客さんは思うけど、それは悔しいからちょっと待てと、俺のちょっと10割食ってみろって。あ、一回食えと。あ、そうさ全然違うって。悔しさですか？7割でも美味しいってなんかちょっと褒め言葉にも聞こえるじゃないですか。これで7割十分美味しいんだけどってなんか悔しがるとこなさそうっていうか素人が。だからお客さんの調教ですよね。俺の多分性癖だと思うんです。なるほど。なるほど。そもっと意識高めてくれと。うそうああ、なるほど。そうかな。へえ。7割でうまいってもっとうまいイチゴ知ってほしいなっていう。あ、これで満足しないでってそうことですか？おうだけど7割で省くってことはどういうことかというと、予算値よりも全然出る量も、収穫量も少ないってことですよね。市場出しするやつは半分赤いぐらいで取らないと流通の段階があるんで、そういちごってヘタがついてるから、自呼吸できるんですよね、自分で。だから赤くなっていけるんです。なんでもそうヘタがついてるってここで光合成できるでしょ。赤いんってポリフェノール、アントシアンなんですよ。追熟っていうのはしないんだけど、野菜なんで。柿とかってほら取ってリンゴとかもそうだけど追熟って言って取った後も熟中でされるんですけど、いちごって野菜だから、もうそこから劣化しかないんですよね。実際本当にうまいもの食べるには、最高の状態で取らないとダメっていうか、俺が選別したのが一番うまいです。あ、これ誰でも選別してもらえるんですか？遊びに来れば。全然。そうですね。だから俺が選別したものだけを売ってるから、みんなにうまいって言われて、口コミだけでここまで来たっていうか。12年いちごやってるんですけど、最初の7年間毎年300万ぐらい赤字で、その安売りをしなかったんですよ。余ったものを市場に出そうって言って出してもお金にはなったんですけど、でもそうすると今度市場企画で取らなきゃいけなくなるんですよ。こんだけ完熟してると日持ちしないから、市場も嫌がるんですよね。向いてないってことですか？そう流通にはもう向いてないし、動かしてさらにそこから動かしてさらにそこから動かしてお客さんのとこ行くでしょ。その段階で傷むもあるでしょ。だからこそ完熟過ぎても嫌われるっていうか、だからうまいだけで買ってったら多分農家はやっていけないだろうし、日持ちするのも考えていかなきゃだし、だから口コミってネットとかの上行ってると思って、だからこそお客さんが広めてくれてここまで成長できたかなっていうか、常連さんも本当に1週間に1回絶対買うっていう人もいてくれるし、だからこそ成り立ってるんかな俺はとも思うし、だから去年よりも今年は美味しくで、今年よりも来年はもっと美味しくって言ってるだけじゃなく、何かを変えてやっていこうって思ってるんですけどね。赤にはならないけど、黒にもならないかなっていうぐらいでやってるから。天竜っていうのを繰り返して植物って成り立つんですよ。根っこから吸ったものを一番上まで持ってて、それが一番上から潤していくんだけど、一番上から潤していって余ったものが根っこをさらに成長させる。なんでイチゴだったんですか？一番ダイレクトなんてよ、うまいうまくないが伝わるっすよね。実際問題野菜って全部生で食えるんですよ。ただそこに葉酸って言って、その要は苦味成分だったり、そういうアクだったりがあるから、みんな生で食べなくて茹でたりで食べるだけで、例えばじゃあスイカメロン、割らなきゃ食えないですよね。あ、そうですね。でも揚げたらイチゴ食べれるでしょ。そんないいことなくねですか？本当にそういう理由ですか？そうそう。がやりたかった理由。そう。群馬県は何でも作れる土地なんですよ。やっぱりそこは重宝してるかな。山があるじゃないですか。活火山で、その結局噴火してるんで、すごい土とすればどこもいいんですよね。なんだろうな。じゃあ自分が飲食店やってた理由は何かなって考えたら、これといってなかったんですよ。料理ってなんだろうなと思った時に、一皿の幸せって絶対あると思うんですよ。一皿の幸せ。で、自分が料理をやりだした時に、白い皿にトマト系のパスタ作るでしょ。真っ白で皿が返ってきたことって、多分これは料理人の喜びだと思います。自分の料理を好きで食べきてくれた人がいて、おばあちゃんと奥さんで来てて、で、ある時パタンと来なくなっちゃったんですよね。で、どうしたんだろうと思ったら、今度その娘さんだけが来て、実はおばあちゃん入院しちゃったと。で、もう余命も長くないと。で、最後に、どうしてもその病院のご飯まずいから食べたいんだって言って、じゃあテイクアウトで作りますよって言って作ったんですよね。で、おばあちゃんに食べさせてあげてくださいって言って渡して、で、おばあちゃんが俺が作ったものを食べて、ああ、美味しかったって言って亡くなられたんですよ。なんて言うんだろうな。
食って本当にそんだけ力もあるし、自分の心も熱くしてくれたから、だから今度イチゴを始めて、最初からやっぱり負けないでやってたのが子供たちへの食育。今度はイチゴの俺の信念ですけど、子供を裏切らないっていうのが俺の中ではあって、子供が来ると食べさせてあげるんですよ。やっぱ美味しいと。でお客さんがもううちの子供さって中村さんちのイチゴしか食べないんだよって買い来れば俺の勝ちだと思ってるんですよ。ああ、もうそれ完全に勝利ですね。そう、子供は裏切らないっていうのは子供は絶対味が分かるんですよ。だから親の都合で買えなかっただけで違うイチゴも食べてみるけど、子供のその味覚は変わらないから子供は裏切らないっていう俺の信念っていうか、だからなるべく子供を俺の味方につけようと。これが今度、子供の夢にもつながるんですよ。いろんなところでこう人手不足って言われてますよね。そうですね。なぜだと思います？憧れる職業じゃないからですよ。なぜ農家を憧れる職業にしないんだって俺思うわけです。野球選手、サッカー選手、消防士、男の子に限ってる今話ですけど、みんな憧れるでしょ。この人たち土日あります？ないですね。なのに農家だけ憧れる職業じゃなくて大変だから土日もない休みもないって言われてるんですよ。子供小さいうちからうまいもん食えれば、俺もこういうものを作りたいって憧れてくれれば、これから先農家絶対増えるんですよ。憧れの窓にさせてあげれるようなやつがいねえと始まんないと思うんですよ、これからの農業は。とりあえず食ってみろって思うわけよ。いろんな生き方ってあるわけじゃん。電車でも行けるし、車でも行けるし、歩いてでも行けるし、それを自分で選んでるから壁にぶち当たるとか、そういう言葉でごまかしたいだけで、壁なんかないと思うんだよね。探求心さえあれば。それを壁だと思わないでしょ。探検家が目の前に滝があればそれ壁だと思う？諦めないですね。そうでしょ。楽しみに変えるでしょ。だから壁なんてないんだよ。確かに。そう、探検家目の前に壁あったら喜ぶでしょ。そうですね。そう、あ、そういうことか。そうだからそんなん壁じゃないんだよ。楽しんでねえからそうなるだけで。そっか。そういうことでしょ。そうですね。こう、楽しかったら面倒くさくないですよ。そう、それも、だって自分が成長する過程だと思えば楽しくならざるを得ないわけでしょ。だから壁なんてまず思うことが間違いで、楽しんでない証拠だと思うんだよね。その先をそう、壁に感じるぐらいならやめちまえって。そうですね。その程度なのかっていうね。こんな箱で取る人いないんですよ。あ、そうなんですか。もっと平たく乗っけるんですけど、はい。みんなイチゴが傷つくからとかいろいろ言うんですけど、はい。平たいこういうでっかいやつだと持ち運びが大変なんですよね。ああ、そうですね。だからじゃあ硬いイチゴ作りゃいいんじゃないんっていう、そこも。なるほど。そう、すごいですね。チャレンジですね。全部チャレンジです。2人1組で、まあ毎日師匠がいなかったからこそチャレンジできたんですけどね。ああ、そうですね。若いのいっぱい出て、行くんだって。すいません。有直売所。いや、みんな直売所行こう。ありがとうございます。はい。